アイアンゴーレムが湧かない。猫しか湧かなくなった。最初は湧いていたのに湧かなくなった。なぜかトラップ外にゴーレムがいる。そのようなお悩みをこの動画1本で解決します。いつも見返せるようにグッドで保存。それでは見ていく。もちろん究極チャンネルで紹介したアイアンゴーレムトラップに全てに適用できますし、他の YouTuber さんのゴーレムトラップを作ったとしても統合版であればこの動画を見ていただくだけでマジで解決できます。それでも湧かないという方はぜひねコメントください。全てにお返事します。ではまず試しに最近究極チャンネルでね、紹介した掘るだけゴーレムトラップを実験台にね解説していきたいと思います。さっきも言いましたが全部の装置でも同じことが言えます。まずね初歩の初歩なんですが、設定をご確認ください。左のワールドのゲームというタブから演算距離がまず4になっていることをご確認ください。統合版の多くの装置が演算距離4を想定してます。ちょっと待ってください。演算距離って何ですか？もう動画見るのやめようかなとまだ思わないでください。設定ビデオの描画距離はこれ見えてる範囲、今18チャンクに私仮にね設定してますんで、これぐらい遠くのね山とかも見えるという状況でございます。では演算距離というのはこのように装置とかモブとかが読み込まれる範囲のことです。なんで4チャンクって言ったら意外に狭いですよね。なんでこのプレイヤーを起点に周りの演算距離4チャンクの範囲が読み込まれると。なのでゴーレムトラップの近くにプレイヤーがいないとまずそもそもゴーレムトラップ稼働しません。なのでねこのようなちょっと待機所みたいなのを作ってこれ蓋してねこうやって待機するとこのように鉄がここに集まっているという仕組みでございます。ただ見ていただいたら分かる通り変更できません。そんな時は一度ゲームを終了してワールドに入る前のねこの設定の鉛筆のマークから左の詳細設定下にガーッと行くとねこのように演算距離を変更することができます。豆知識としてゴーレムトラップ別に12チャンクでもいいんですが、天空トラップタワーとかモブ系のトラップ無限期などはもう基本本当に4で作んないと動かないんですよそもそも。なんでもう4チャンク統一にしていただくのが良いと思います。っていうかもうそうしましょう。究極チャンネルこれから見ていただく方もう4にしましょう。そして先ほどからね結構ちょこちょこ湧いてくれていますが、ゴーレムはだいたいこの演算距離内近くにいる上で35秒に1回程度ゴーレムの湧き思考が行われるということです。なんでゴーレムが湧いてもいいかなっていう判定が35秒ぐらいに1回来るんですが、それをね超えることもあります。なんで最低でも2、3分に1体は絶対湧いてるかはねご確認いただきたいです。5分待っても1回も湧かないっていう方は、ぜひねこの動画絶対最後までご覧ください。湧いてくれてますねしっかり。そしてここマニアックな話なんですが、この装置にネザーとかエンドとかログインしたてその直後はこう村の再計算ちょっと難しいねなんか内部的な時間のリセットが入りますんで、最初の一発目ちょっと湧くのに時間がかかる時があるようです。これもね5分間ぐらいは、待ってみてください。そしてここからが一番治るところです。ゆっくりやっていくのでご安心ください。まずゴーレムがこのように湧く基準っていうのがあるんですよ。それが村判定を満たしているかです。はい、嫌な言葉ですね。もうそういう難しい判定とかやめてほしいじゃない。このね掘るだけアイアンゴーレムトラップは地下に村人とベッドをね、置いていますんで、このように今ちょっとスペクテーターで見てみます。まずちょっとこちら画面暗くなっておりますが、まずベッドがね20台の装置でございます。こちらはなのでベッドがまず20台置かれているかっていうのが重要です。ちなみになんですがアイアンゴーレムは村人10人いるところから湧き始めるんですね。ゴーレムの同時湧き数が村人10人につき1体、20人につき2体、30人につき3体、ここが上限なわけですよ。その同時湧き上限に関しては3体同時に一気に湧くよってことじゃなくて、理論上使用上分けるということなんで毎回同時にゴーレムが発生し続けるわけじゃありません。はい、皆さんご確認いただきました。ベッド20台置かれているか、その上で村人が20人いるか。ここで大注意点なのが村人さん全員ね、職業に就職してくれていますが、緑の服を着たニート村人さんはこのね、村人に数えることができません。もし点検した際に真緑の服を着たニート村人さんいたら、もう倒すかネザーに送るか、この装置から100マス以上離れたところに移動してあげてください。もう倒しちゃうのが正直早いと思う。そしてこの村人さん20人いるかっていうのをさっき言いましたが、ベッド20台の場合は村人さんが必ず20人いてください。30人の作り方で作られている方はベッドが30台と
この成人の村人さんが30人いることをご確認ください。赤ちゃん村人はね、村人の一人としてカウントできません。なので、大人になってるのを確認してからカウントするようにしてください。もうこの動画かなりマニアックに細かくいきます。まず、赤ちゃん村人がさっきカウントされないのはお話ししましたが、赤ちゃんから成長した時に、緑の服を着たニート村人さんになっちゃう時あるんですよ。俺絶対仕事したくねえっすって、そういう成長の仕方、これしたことあるんですね。そうしたらまた、倒す必要があります。そして、ちゃんと職に就ける村人さんになってる必要があります。次に、この村人さんが就職していて、村人さんが横から触れるか、その上で、このように、この動画のように、村人さんが上から乗って触ることができるか、踏めるかを、この2点をご確認ください。村人さん、これ何をしているかというと、村人さんが、仕事してくれてるんですよ。これ家事台置いてるんで、もうカンカンカンと、ツールとかをね、強くしたり、直したりしてくれてるんでしょうね。ゴーレムトラップの仕様は、村人さんが前日に 75% の人数の村人さんが仕事をしたよと、いう判定が必要なんです。やめてほしい。もう本当にやめてほしい。長すぎて途中から寝てましたって方いらっしゃると思います。何かっていうと、今20人いますんで、この20人のうちの 75% の人たちが職業ブロックに触れている必要があるんですね。そう思ってもらって OK です。もうこれ、解説してるうちにガンガンゴーレム湧いてくれてますね。ちなみにこの装置の作り方は説明欄にございます。そして、こちらは今、見た目で判定することができないんですが、この村人さんたちが、ベッドと紐づいている必要があります。はい、これまたややこしそうですね。紐づいているというのは、現状外から確認できないんですが、ベッドを置いた時に、ベッドと村人さんに緑のキラーンっていうね、粒子、エフェクトが出ます。それが紐づいたっていう証拠なので、もしね、紐づいてるか不安な方は、ちょっとこのように、外側からね、こうブランチマイニングしたみたいな感じで、目の前掘っていって、ベッドをね、一度全部破壊して、元の位置にもう一回置き直してみてください。そして緑の粒子が出るか、緑のキラーンっていうエフェクトが出るかご確認ください。はい、もう私まくし立てちゃったんで、一度おさらいします。村人さんが職業ブロックに横から触れているか、足で踏めているかご確認ください。そして、ベッドと村人さんの人数が一緒の数置かれているか。画面上判定することはできませんが、ベッドを置いた時に村人さんが全員キラーンって出たかの、ここをね、必ずご確認ください。では次に参りましょう。ここまで確認できたら、この装置のだいたい半径100マス以内に、ベッドや職業ブロック、そして、村によくある鐘。村人さんがいないことをご確認ください。4つも半径なんで、このね、装置の、こっち側にも100マス、こっち側にも100マス、もう四方にね、ご確認ください。これ何かっていうと、統合版の村人さんってね、ものすごい遠くの職業ブロックに、紐づこうとしちゃうんですよ。欲張りだよね。結構その挙動が強かったりとか、あとね、バグで、ものすごい遠くの、職業ブロックと紐づいちゃったりもしたりするんですよ。なんでその、100マス離すという意味もありますし、さっき言ったね、ゴーレムが湧く基準っていうのは、村判定を作らなきゃいけないんですよ。村っていうのは、もし、もう100マス以内、この辺りに村があった時、これね、ややこしい話なんですが、ゴーレムトラップって、マイクラの仕様的には、これ、一個の村だよねって、マイクラの仕様に教えてるわけですよ。ね、村人さんいて、ベッドいて。なので、ゴーレムが湧いて、ゾンビとか敵とかが来ても安心なようにしましょうっていう、村なんですよ、これ一つの。で、逆にですよ。ほんとじゃあすぐ近くのこの辺にですね、村がありましたっつったらですね、ゴーレムどこに出現させようっつってゲームが迷っちゃうんですよ。なので、ここら辺には一つの村しかありません。つまり、一つのゴーレムトラップしかありませんよってね、仕様に、説明してあげる必要がありますんで、村を確実に離すために100マス以上です。一応内部仕様の細かい話は97マスと。設定されているようですね。覚えなくていいです。100マス、150マスぐらいは離しましょう。で、もし、100マス以内に職業ブロックとかベッドとかがあった場合、すぐに壊してください。で、金とかね、いた場合、すぐ壊してください。それで治る時もありますが、もし治らなかったら、まず一回このベッド、
一度全部破壊して置き直して、職業ブロックも一度破壊して置き直してあげてください。そうするとね、ゴーレムが湧き始めた方もいるんじゃないでしょうか。そして次のステップです。最初は動いていたのに、ある日突然止まってしまったという時に、一番多い症状が次のことです。まず、ゴーレムは先ほど言った通り、同時に分ける数、これ決まってるんですね。この装置は同時に2体まで湧くことができます。それはつまり、どこか別のところにゴーレムが生存していっちゃった場合、新しく湧かないっていうことなんですよ。なんで、ここのね、水流のところ以外に湧いてしまって、テクテクゴーレムくん歩き行っちゃって、なんか洞窟で迷子になっちゃってますって言ったら、同時湧き数1ずっと使っちゃってる状態なんで、新しく湧かなくなります。では、ここから仕様の話していきましょう。ゴーレムが湧くのは 17×13×17 の大きな箱の分ける有効面の最上面に湧き、装置の中心は初めて村人が紐ついたベッドの枕側を起点に決まるというのは皆さんご存知ないんですよね。これがややこしすぎて、ほぼ呪文という状態でございました。簡単に言うと、多くのね、YouTuber さんご紹介している装置、私もご紹介している装置は、このようにね、湧き潰しをしてるんで安心なんですが、村人さんのベッドを置いた時に、ここの下のベッド最初に置いたとするじゃないですか。ここを起点に、半径、横、8マスずつ、縦に6マスずつですね。その範囲の分ける床。このような、フルブロックとかですよね。分ける床の一番上に湧くという仕様なんで多くのゴーレムトラップ装置がね、このように分ける床は水流で流して、処理機構に流すようにして、あと、他湧いてほしくないよっていう場所にはこのように土の道ブロックであったりとか、さっき言った葉っぱとか下付けハーフブロックとかをして湧かないようにしているっていう状況なんですね。この 17×13×17 の四角とか覚えなくていいです。多くの YouTuber さんもそこ対策してます。ただ、動かないためにその仕様をあえて逆算して使うのであれば、一番多いのは、ここの例えば端っこのベッドの枕から枕が中心だった場合、この辺、ちょっと今なんもないけど、この辺にちっちゃな洞窟がありました。そしたらそこに湧いちゃって、そこでゴーレムが一生ぼーっとしてるって可能性あるんですよ。このね、ベッドを置いて、最初にどこを置いたかは多分皆さんもね、そんな覚えてらんないと思うんで、大体ベッドエリアから下に直下掘りで、6マスほど、見てみてですね、ちっちゃな洞窟がないかとかをね、ご確認してみてください。次によくあるケースとしては、例えば何かのミスで、こっちのね、外側、この湧き潰しできていない外側に湧いてしまって、ゴーレムがテク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 お散歩行っちゃった。お散歩した先の洞窟でぼーっとしてる。これあります。これあるんで、そこもね、周りの洞窟だったり、くぼみだったりはこのように歩いて捜索してみてください。どれぐらいなんかお散歩した可能性ありますかっていうと、この装置から半径40マスぐらいは、ゴーレムくんお散歩行っちゃうよっていう可能性ありますんで、半径40マスぐらい捜索してみてください。そして、ぼーっとしてるね、ゴーレムさんいたらすいません。ここは倒しちゃってください。そうすると、同時湧き上限2体のうち1体が倒されましたんで、もう1回復活することが考えられます。洞窟だったり、仮にテクテク歩いちゃうとしたら、こういう水辺とか、こういうのとかね、水辺にプカプカ浮いてるって可能性もあります。そして続いてのトラブルシューティング。マイクラ統合版のこれバグで、雨の日と雨の日の翌日にゴーレムが湧かなくなるというバグがございます。いや、そこはゲーム内の時間ですね。1日は約20分です。何もその東京都の天気とかそういうことじゃないですよ。その日と翌日、ゲーム内換算で翌日にゴーレム湧かなくなっちゃうことあるんですよ。雨の日が止まるってことあるんで、もうすぐね、ベッドで寝るなりしてスキップしてください。で、農民さんとか、司書さんとかが結構動かなくなるっていう報告が多いんですけど、マイクラ統合版のバグトラッカーには全ての職業ブロックで起こり得るという風に、記載がありましたんで、一番いいのはこのように砂漠、これ雨降りません。そしてあちらの方に見えるメサも雨降りません。そしてあとは、アカシアとかが生えてるサバンナバイオーム、こちらもね雨降らないバイオームになってますんで、あったかい今言った3つとかのバイオームで作るのが一番ね、そのバグは防ぐことができます。ただ、なるべくその拠点から100マスちょっとぐらい離れたところに作りたいって方もいらっしゃると思いますんで、そういった方はね、全然海の上とか平原とかでも大丈夫というふうに私はアナウンスしております。それらが非常にね、よくあるトラブルとなっております。
よくある質問として、この設定からね、難易度を選べますが、ピースフルでもゴーレムは湧きます。そして、イージー、ノーマル、ハードありますが、難易度に関係なくゴーレムはね、湧いてくれます。効率にも差はありません。そして、たまに、このように例えば鉄があったとして、よいしょ。ホッパーでね、座れないんだけどっていう方は、装置にもよりますが、ホッパー増設してあげてください。ホッパーのつなげ方に2種類ありまして、基本的には、このようにチェストに向かって L 字で付けられていることが重要です。間違えると、この地面にね、ホッパーが向いちゃうとチェストにたまんないのでこちら注意してください。一応ね、チェックとしては例えば、チェストにしっかり繋がってくれていると、ホッパーにアイテム入れるとね、自動的に座れて、チェストの中に入ります。ただ、地面についちゃってると、チェストをね、1個入れても座れずにそのままになってしまいます。なんで、チェストに入んないよっていう方は、ぜひね、ホッパーの向きもチェックしてみてください。ホッパーをチェストにつける方法は、しゃがみながらチェストに向ける。それだけです。そしてここからかなり上級者さん向けの話になるんですが、キヨキヨチャンネルでゴーレムトラップ最近紹介するときはね、もう猫ちゃんをリードで連れ出してあげて、そのあたりにね、鮭とかをあげて、お座りさせてくださいってアナウンスしてます。っていうのは、この猫ちゃんは、ベッド4台につき1匹生まれるという仕様なんですね。この私の掘るだけゴーレムトラップは、ベッド20台置いてます。なんで5匹の猫ちゃんを、お座りさせておけばですね、新しくは来ません。ちょっとそれでキヨキヨさん、ちょっと猫さんにひいきしてない？猫が可愛いからって、そう思われるかもしれません。ただね、これ上級者さんも絶対やってほしいんですよ。というのは、猫ちゃんが仮に、じゃあここにいたとしましょう。ここに鎮座してました。ね。こんにちは、にゃー言ってました。で、マイクラのゴーレムも、ここに湧こうとしました。そうした時どうなるか。被っちゃってますよね。湧こうとする場所が。イストリゲームもう埋まっちゃってる状態。そうすると、ゴーレム、脇がキャンセルされちゃうんですよ。これはね、猫愛好家の皆さんも、マイクラで効率を求めるね、もう生粋のプレイヤーの方にもぜひ、リードでね、このようにお座りさせておくのがおすすめです。そしてここ最後に、最重要でお伝えしたいことございます。ゴーレムトラップが動かない。これ嫌ですよね。もうほんと作るのに4時間、5時間、6時間かかる装置もあります。このキヨキヨチャンネル、ぜひご活用ください。基本装置動画の説明欄にはね、作る前の注意点ありますよね。で、あとは作る前の必要素材、そして動かない場合のトラブルシューティング説明欄すべて記載してます。そしてこれからもです。このように私も仕様をね、毎日勉強してます。変わることもあります。それをね、皆さんキヨキヨチャンネル見ていただくだけで、安心して装置を作っていただきたいなと思ってますんで、登録、本当にお待ちしてます。100万人登録を目指して頑張ってます。ちなみに今日紹介したことでも動かないっていう方いたらね、またコメントでください。すべて最新仕様をお調べしてお返事してます。今回紹介した掘るだけゴーレムトラップはこちらからご覧ください。そして他にも統合版の装置作りたい方はこちらから。先ほどの登録、ぜひこちらの顔のボタンからチャンネル登録していただくと本当に嬉しいです。ということでご視聴ありがとうございました。